ソーセージ、これ大好きでございます。僕の中学時代はこれでできてると言っても過言じゃございません。1種類目はネギソースですね。簡単に作るネギを刻んだソース。もう一つはさっぱり青じそソーセージ。僕が本当に一番好きなのはボイルしてから表面軽く焼くのが好きなんですけど、例えば今日はボイルでいきます。ボイルのうまさもあるんですよ。パッツンパッツンに張った状態、パキッと割れた時にもうここら辺やけどするぐらいのが美味しいんです。だからそれを冷やすためのソースなんですよ。あ、そうなんだ。もうそのぐらいの勢いのやつだから、そのぐらいの情熱を持ってソーセージとさせていただきたいです。そこからいきましょう。おいしい。あ、今日うめえ。これはね、ネギたっぷり。思い出の味とともにやっぱり美味しいなっていう。今日は僕の大好物のですね、美味しい食べ方をご紹介させていただきたいなと思います。僕は自他ともに認める加工肉好きでございましてですね、ソーセージ、これ大好きでございます。出張とかからちょっと遅めに帰ったりすると、ご飯が何もないみたいな時に今日のメニューやるんですよ。丁寧にソーセージボイルしてたっぷりのネギを刻んで、それを乗せて食べると最高のつまみになるわけですね。でご飯も食べれる。僕の中学時代はこれでできてると言っても過言じゃございません。ということで2種類の、ソースを作りたいと思います。ソースというかね、食べ方というか、1種類目はネギソースですね。簡単に作るネギを刻んだソース。もう一つは、さっぱり青じそソーセージ。青じそつけるんですけど、それを巻いて食べるというね。じゃあさっぱり青じそソーセージから作っていきます。青じそで醤油、レモン果汁、砂糖、白すりごま、塩で、レモン果汁がなかったらもうその場合お酢で代用してください。じゃあまずこうしそが入りそうな、容器何でもいいです。お塩、レモン果汁、お砂糖、白すりごま、お醤油で、砂糖入ってるんでしっかり溶かします。じゃあ混ざったらここにしそを入れていくんですけど、ヘタだけちょっと落としてでザンって入れる。でちょっと押す。ちょっと押すと、しそ薄いんで塩分に触れるとすぐくったりしていくんですよね。ちょっと裏返したりしてもいいと思います。これでラップを落とすと割とね一瞬で浸かる。こういう状態ね。こうやるとほんとねすぐ味は馴染みますね。で10分置いたらもう結構しっかり浸かる。じゃあ青じそ漬け込んでる間にネギソースも作っていきます。長ネギ、醤油、酢、砂糖、ごま油っていうね、非常に簡単な、本当にね冗談抜きでこのネギソースで僕は生きてきましたからね。干物とソーセージとこれみたいな、もう毎晩それ、もうほんとそれ。まずじゃあみじん切りしていきます。蛇腹状態にして、もしかしたらこのソースを作ってたからみじん切りができるようになったかもしれないですね。そんなに長ネギをそんなに長ネギを刻んでいた。確かに。ネギ入れて、そんなにこれを食べていた。いや本当に好きだったんですよ。中学の時から食ってる気がするな。おふくろの試作で、揚げ鶏のネギソースっていうのがあって、代表的なメニューなんですけど、それの一番最初の、今なんかもう少しね凝ったタレなんですけどね、一番最初がこれだったんですよ。で調味料入れていきます。お醤油、お酢、お砂糖でごま油がねやっぱり決め手なんですわね。これ何でもないんですけどね、ほんとねこのままでも食べますよね。よく考えたらだって美味しいに決まってんじゃんこんな。
ね、焼いたお肉でもいいわけだし、ソーセージはもうベースの味があるじゃないですか。だから絶対美味しいんですよ。もうこれで完成ですから。じゃあこっからですよ。こっから一番大事なソーセージの火入れ。まあソーセージ自体はだいたい火は入ってるんですけど、だから食べようと思えばこのまま食べれます。食べれるんですけど、中の油も固まってるし、やっぱり美味しさのポイントってジューシーさですよね。噛んだ時にジュワーっと出てくる感じと、まあ今自分の市販されてるソーセージのイメージだとパキっていうね、パッキリ感っていうか、であれをいかに作るかっていうことが重要なわけじゃないですか。っていうことはまず皮は破ってはいけない。わかりますね。皮は破ってはいけない絶対。あれはだから肉汁出ちゃってるわけですよね。中の美味しい水分と油が出ちゃってる。もったいない。そうするとパキッとしない。パキッと割れた時にもうここら辺やけどするぐらいのが美味しいんですよ。だからそれを冷やすためのソースなんですよ。あ、そうなんですか。もうそのぐらいの勢いなんです。だからそのぐらい情熱を持ってソーセージと接していただきたい。急にソーセージのところからこうギアが上がりましたね。もちろんだソーセージですもん。で今日は僕が本当に一番好きなのはボイルしてから表面軽く焼くのが好きなんですけど、だけど今日はボイルでいきます。ボイルのうまさもあるんですよ。これだけでそんな美味しくなります。まずそれは火加減。まず火加減こんぐらい。コトコト。でソーセージ入れていきます。12345678910本でいいかな。いやもう12本ぐらいいっちゃうかな。で4分だよ。火の強さ。中弱ぐらいでこのぐらいでいけると理想的かな。まあ中火から中弱、まあ入れるとやっぱ温度下がるんで、そしたら中火に上げてまた中弱維持するみたいな、そんな感じじゃないですかね。これもう張ってきてるんですよ。ほら張ってきてるんですよ。反発力がある。このぐらいがいい。そうですね。じゃあ4分経ったので火止めます。海外でソーセージ食べるとドイツとかだと、まあ、ソーセージの種類にもよるんですけど湯煎でくることが結構あるんですよ。それはこの状態を維持したいからだと僕は思ってるんですよね。でここ油溶け出している状態です、皮の中で。で冷たい状態だとこういうのそうですね。こ親指で押さえてるとこれ白いじゃないですか。これ油固まってるんですよ。で溶けるとこうなるんです。この皮の中で油が浮いてる状態なんですよ。そうするとパキッとするんですよ。ちょっとここじゃあ刺してみますね。ほらこれ油です。はい。この張ってる状態で膨らむわけですよ。ちょっと膨張する。その状態が美味しい。取り出していきます。僕はねあんまりそうやってソーセージ拭かない。拭かなくても自分のなんか熱で表面だんだん乾いてくる。うわ贅沢だ。こっちしそ用で、まずしそからじゃあちょっとやっていきますかね。つけたしそを巻くみたいな感じかな。こうしたらもうちょっと丁寧。ここまでやる人いないよね。でもねソーセージに対してね、まあ、要は一緒に食べるってことですね。すごいソーセージ愛じゃないこれ。でもう一個でこれもネギソースかけるだけですね。もうほんと昔からねネギたっぷりで食ってましたね。ああいいよ、もうごちそうだよ。完成です。じゃあこれはですね、あったかいうちに食べるのが正解です。冷めたらあかんです。あったかいソーセージに冷たいタレおよびしそがいいんですよ。しそからいきましょう。おいしい。超うめえ。いややっぱりソーセージすごいなっていう感想ですかね。一言で言ってしまうと、これはねネギたっぷり、はい、ネギまみれいきます。思い出の味とともにやっぱり美味しいなっていう、はい、まあ、自分好みのソーセージのね美味しい食べ方を見つけてもらいたいんですけど、これがね一つきっかけになってソーセージもっと愛してくれるとこのね YouTube やっててよかったなと思います。